板垣退助と自由民権運動について。イントロダクション。板垣退助は、明治時代の政治家であり、自由民権運動の中心的な人物として知られています。この動画では、板垣退助の生涯と自由民権運動の意義について、ずんだもんと四国メタンの対話形式で解説していきます。板垣退助の生い立ち。板垣退助ってどんな人なのだ？板垣退助は1837年に土佐藩、現在の高知県で生まれた武士なの。幼い頃から学問に励んで藩の大切な役職を務めるようになったのよ。へえ、すごいのだ。でもなんで政治家になったのだ？明治維新後、板垣は新政府で働き始めたんだけど、政府の方針に不満を感じて下野したの。それから民権思想を広めるために政治活動を始めたのよ。自由民権運動とは？自由民権運動って何なのだ？自由民権運動は1870年代から1880年代にかけて起こった政治運動なの。主に国民の権利と自由を求めて議会制度の設立を目指したのよ。難しそうなのだ。簡単に言えば、国民が政治に参加する権利を求めた運動なの。当時の日本はまだ天皇を中心とした政府が全ての決定を下していたのよ。板垣退助の役割。じゃあ板垣退助はその運動で何をしたのだ？板垣は自由民権運動の中心的な指導者の一人だったの。1874年に民選議員設立憲白書を提出して国会の開設を要求したの。それから自由党を結成して多くの人々に民権思想を広めたのよ。すごいのだ。でも危険じゃなかったのだ？その通りよ。板垣は何度も暗殺の標的になったの。有名な板垣シストも自由は死せずという言葉は蔵未遂事件の時に発したと言われているのよ。自由民権運動の影響。自由民権運動の結果何か変わったのだ？直接的な成果としては1889年に大日本帝国憲法が発布されて1890年に国会が開設されたの。これによって日本は立憲政治の道を歩み始めたのよ。へえ、すごいのだ。ただ完全な民主主義ではないの。選挙権は限られた人にしか与えられずに、天皇の権力も強大だったの。それでもこの運動は日本の民主化への大切な一歩になったのよ。現代に残る影響。今の日本にも自由民権運動の影響はあるのだ？もちろんよ。今の日本の民主主義や基本的人権の概念は自由民権運動に端を発しているの。それから地方自治の考え方もこの運動から生まれたものなのよ。へえ、板垣退助たちの活動が今につながっているのだな。そうよ。彼らの努力があったからこそ私たちは今自由に意見を言えるの。まとめ。板垣退助と自由民権運動は、日本の民主主義の基礎を築いた重要な存在です。彼らの努力により、日本は立憲政治へと移行し、国民の権利と自由が徐々に認められるようになりました。現代の日本の民主主義や人権概念は、この運動の延長線上にあると言えるでしょう。歴史上の出来事は、単なる過去の話ではなく、現在の私たちの生活にも大きな影響を与えています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。